まあ110。意外と乗り心地とかも悪くないの。別に普通だよね。一応そこまで踏んでます。はい、というわけですね、私のトランポ第1候補はこちらです。トヨタタウンエースですね。2020年にマイナーチェンジしてエンジンが新しくなっております。で、レンタカーでこれ借りたのは一番新しいタイプで、しかもね、まだね、1500キロぐらいしか走ってない、結構新しい新車ですね。新しい新車ってなんだどうですか、この車高の高さ。最低地上高が相当あるんですよね。で、4空のモデルがセンターデフロックがついてる。しかもマニュアルもあります。そして今ね、中開けてみました。今セカンドシートが立ってる状態なんですけども、もちろんね、これクロージャーついてんの？ついてないよね気合で締めないと閉まりません。ここに背もたれを倒すものがあるんですけど、これを倒して、そしてここですね、ここ2箇所、これ上げます。で、これをで、この空間でバイクは積めると。これ降りてくるね。これ危ねえな、これ。一応ね、僕が寝ても頭がつかない。僕身長が2メートル15あるので相当広いと思いますね。嘘です。164センチです。これどっかで聞いたくだりだな、これ。そして見てもわかると思うんですけど、これですね。タイヤハウスも鉄板むき出し。天井はね、一応ね、鉄板むき出しではないですけど、相当ね、騒音がうるさいのではないかなという、そういう予想をしておりますけれども、どうですか、この閉まった時の昭和感。そしてね、このグレードは、運転席側は力窓ではないんですけども、僕が買おうとしてる DX っていう下のグレードは力窓です。スマートキーではないんですよね。このイージードアロックっていうんですか、これがついてるんですけど、このグレードは僕が買おうとしてるグレードはついてないです。これはね、力窓ですよ。しかも重いのよ。でもね、結構下がるの。ここまで下がりますからね。これなかなかよくできてんじゃないかな。まあ運転席が力窓っていうのもね、子供に知ってもらいたいっていうのもね、ちょっとあるんですけどね。そして運転席見てみましょうか。あ、このグレードはね、サイドミラーにウインカーついてますけど、僕が買おうとしてるグレードはついてないです。しかも黒ですね。運転席見てみます。結構ね、高いんですよ。乗り降りがね、これね、何もついてないですけど、一応ね、フロアマットとかはオプションっていうか、あると思いますね。ETC が入ってて、これなんだ、
一応アイドリングストップとかもついてるグレードです。で、マニュアルエアコン。これナビがついてますね。で、ハンドルはね、チルトしないです。チルトとかこう、ね、しないんですけれども、でも割とね、自然なポジションかなという感じがします。そして見ての通り、タコメーターとかはないです。ちょっとエンジンかけてみましょうか。古典的なね、感じで。1478キロしかね、まだ走ってない新車ですね。ここまででね、僕はもう非常に気に入っちゃってるんですけど、室内騒音ですね。それが一番問題です。で、先日、僕が乗ってるダイハツウェイクですね。これの室内騒音を測定しました。アプリで。で、アプリなんで正確かどうかっていうのはわからないんですけど、目安にはなると思うので、その室内騒音よりも、うるさかったらペケ。うるさかったらペケ。まあ、K のワンボックスに近いような、まあ、乗用車ですけどね、一昔前じゃないですか、ウェイクも。そのウェイクよりももしうるさければ、ペケ。いう感じになるんですけど、まさちゃんの動画。さあ、やってまいりました。トランポを買いたい。ということでですね、今私が乗ってる車、これもう7年目になりました。ダイハツウェイクです。ここにこういったものがあります。それをですね、今画面にミラーリングしてるんですけれども、室内騒音を測ってます。そしてですね、ちょっとトランポにしたい第1候補、第2候補っていう車があるんですけども、ウェイクを基準にして、ウェイクよりうるさかったらですね、この車よりうるさかったら、まあやめようかなって思ってる車がありまして、まず室内騒音がウェイクがどのくらいかっていうのを今、測ります。で、アイドリングなんですけど、60前後ですね、アイドリング。エアコン切ると、50ぐらい。10下がりますね、エアコン切るとね。だいたい今の加速中で75ぐらいですね。で、さっきからちょろちょろ見てるんですけど、80に行くってことがほとんどないんですね。だいたい75ぐらいかなというか、ちょっと今ここ前空いたんで踏んでみますけど、今のでもね、76ぐらいまでしかいかないんですよね。で、騒音が高くなるのは、ロードノイズですね。結構荒れてるところガタガタって走ると、でもそれでもね、80まではいかないな。では高速に入っていきたいと思います。今ね、ここちょっとうるさいかなと思ってアームレストの上に今置いてるんですけど、それでも変わらないな。加速時でだいたい75ぐらい。合流します。ちょっと加速しますよ。今で100キロ。変わんないな、75ぐらいですね。100キロで走ってて、75ぐらい。110、76、7ぐらい。なんかウェイクうるさいうるさいとかってなんかね言うけど、僕はそんなに気にならないんですよね。で、今前の車についていって120弱出てますけど、77、
77ぐらいかな。100キロに戻ると73。今ね、アイドリングの状態ではね、結構静かよ。静かだから。あと荷室が広いから、実はそのエンジンはこのお尻の下にありますけれど、どの辺から音が入ってくるのか。ウェイクの場合はロードノイズが一番大きかったですね。なのでどこから音が入ってきて、それが例えば我慢できる範囲なのか、高速も乗ってみてですね、検証していきたいかなというふうに思います。エアコンがかかってる状態で、やっぱ60ぐらいなんかね。60ぐらい。パパの車より同じぐらいだね。アイドリングは多分同じぐらいだと思う。74か5ぐらいまでいくな。ちょっとパパの車よりうるさいかもしれないね。若干パパの車よりもうるさいかもね。ここで一回踏んでみます。結構響くな、やっぱり。響くけど77ぐらいかな。高速の時と同じぐらいの騒音がしてるかもしれない。ただ普通に乗ってる分には、法定速度で一般道だったら乗り心地もそんなに気にならないし、そんなにうるさくもないし、何よりめっちゃ見晴らしがいいよね。なんか音が聞こえてくるところが割と後ろの方ですね。運転席とかその周りはそんな感じないけど、後ろの方からかなり音が入ってきてる感じがするので。その先左方向鶴ヶ島ジャンクション方面です。加速はうるさい。加速がうるさいね。鶴ヶ島ジャンクション方面です。まさちゃんの動画。ここ坂道なんでちょっとガーって踏むからね。およそ5キロ先八王子方面です。ちょっと踏みます。速さはパパの軽より全然速いね。確かにちょっと早い。速いよね。80キロ。70、今90キロか。75ぐらいかな。で100キロ。73ぐらい。意外とどう？後ろ意外と平気。意外と平気かもしれない。パパの車よりはうるさい。うるさいです。うるさい感じするね、やっぱね。なんか喋ってる感じもなんかやっぱうるさい感じがするよな。75ぐらいまで。まあでもそんなに気にならないっちゃ気にならないけど、やっぱちょっとうるさい感じはするね、やっぱね。けど思ったより思ったよりじゃない。もっとガーガーうるさいのかなと思ったけど、もっとめっちゃうるさくて何も聞こえないの。何にも聞こえないかと思ったけどね、そこまでじゃないの。なんか別にいけるっちゃいけるし、うるせえっちゃうるせえし、我慢できるっちゃ我慢できるし、みたいな感じだよね。今110だと78ぐらいまでいくかも。
外と乗り心地とかも悪くないの。別に普通だよね。後ろの席だとうるさい。後ろがうるさい。うるさい、うるさい。やっぱこっちはそうでもない。ってことはやっぱり後ろなんかちょっとこう調節したりとか断熱材貼ったりとかするとだいぶ良くなると思うんだよね、これ。今一般道なんですけど、暑いってよくレビューにあるんですけど、エンジンは助手席側の下にあるんですけど、運転席側は全然大丈夫ですね。触ってもそんなに、まあちょっとは暑いんですけどそんなに感じないかな。ただ助手席のシートは大丈夫ですね。シートはそんなに暑くないけど、助手席のこのシートの下ですね、ここは一箇所触れないぐらい暑いけど、そんなにこう暑くてどうしようもないとかっていう感じじゃないですね。29度、ちょっと涼しいね。涼しいっぽい。はい、奥多摩周遊道路入ります。さっき思ったんだけど、こうハンドルのね遊びが多い。すごいこうぐるぐるやってもそんなにこう曲がらない。ハンドルの遊びがすごく多くて、結構こう曲げないと曲がらない。まさちゃんの動画。法定速度ちょっとぐらいで走ってます。結構ね、今のところもうハンドルを結構切らないと曲がらないんだよね。その代わり小回り。その代わり、小回りがめっちゃ効く。結構ハンドル曲げないと曲がらない。でブレーキも全然めちゃめちゃ効くし、あと他の人のレビューでも言ってたんだけど、エンジンが真ん中にあるからすごい車体バランスがめちゃくちゃ良くて曲がりやすい。実はブレークよりも全然ねコーナーが安定してる。猿それいる。猿いるんですよ。飛び移ってった。今のでかかったね。初めて休みされた。痩せの猿で、ここら辺から結構上り坂になってくるのですが、法定速度で走ってる分には全然力不足は感じないけど、今みたいに結構ね頻繁にエンジン回転がバーンと上がるから、こんな感じでエンジンが回った時はうるさいよね。だけど力不足ですかっていうと、そんなにこう遅くてどうしようもないみたいな感じではないんだよな。なんか足回りが硬いのもなんかちょうどいいのかもしれないな、こういうところは。やっぱり後ろの方から音が聞こえる感じがする。なんかこの辺っていうより後ろの方から
響いてくる感じ。だから後ろの席がうるさいんだよね、きっとね。そんなに踏み込まなくてもすぐエンジンがうなるね。ここ結構登ってるけど、結構すぐシフトアップもするけどシフトダウンもすぐする。全然こう床まで踏んでるとかっていう感じじゃないんだよね。割とさらっと踏んでるんだけどもすぐギアがキックダウンしますね。多分思ってるよりこうロールが少ない、エンジンが真ん中になってバランスがいいからかもしれないけど、意外とコーナー早く曲がれるよねこれ。橋の継ぎ目とかこういうところはね明確にガタガタとくるんですけど、そんなに不快じゃないかな。ふわふわしてるわけじゃないから多分そんなに気持ち悪くない。はい、レッツゴー。一応そこまで踏んでます。今でしか入んなかったね。50キロぐらい。50キロぐらいをキープしようと思っても同じギアでは走れないね。